では本日の労務相談 Q&A を始めます。本日の労務相談 Q&A のテーマは、賃金月額証明書の通算についてです。まずは質問文を読み上げます。弊社の従業員が育休取得予定だが、加入歴が3ヶ月しかありません。前職の加入歴を確認しましたところ、前職での加入歴は1ヶ月しかないとのことです。この場合、弊社へ就職前の1年以内であれば、前々職分の離職証明書も使ってなければ、通算することができるのでしょうか。こういった質問となります。回答につきましては、まず、育児休業給付金の受給要件をおさらいしておきますと、要件の1つ目は、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者であること。2つ目は、育児休業を開始した日の前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること、または11日以上ない場合は、就業している時間数が80時間以上の完全月が12ヶ月以上あること、さらに育児休業を開始した日を起算点とした場合に要件を満たさない場合は、産前休業開始等を起算点とした要件に該当するか否かを確認することになります。今回のケースでは、2の要件にあたる12ヶ月以上という部分が問題になっております。すなわち、ここでいう12ヶ月とは、純粋な暦日数ではないことに注意をしなければならないことを前提として、現在の会社での雇用保険の加入歴が3ヶ月しかないという部分から、要件を満たさず、前職の期間を通算できないかという検討が必要となります。前職という表現だと、直近で働いていた会社だけというイメージがありますが、離職日から現在の会社での就職日の空白期間が1年以内であれば、それが複数であったとしても通算することができる。ただし、通算できるのは、基本手当等の受給資格の決定を受けた後の期間に限るという条件があります。ここで注意したいのは、受給資格の決定という部分となります。もし基本手当の実際に受給しているのであれば、それはイコール受給資格の決定をなされたものであるので、基本手当に関わる期間は通算されないということは、大変わかりやすいことなのですが、他方で受給資格の決定と実際に基本手当を受給していたということは異なる意味となりますので、要注意となります。そのため、受給資格の決定後に休職活動をしていなかったなどの理由で基本手当の受給をしていなかった場合といえども、それは受給資格の決定がなされているので、この期間は通算されないということになりますので、注意が必要となります。そのため、クライアントの人事や従業員さんに通算できる期間を確認する際に、基本手当を受給していたか否かと質問するのは、分かりやすいのですが、厳密に言うと、受給資格が決定されたか否かを把握しないと、アウト操作として回答を誤る可能性があるので、その辺が注意が必要となります。今回のケースにおける質問では、離職証明書も使っていなければ通算することができるのでしょうかという文言があるので、おそらく離職証明書を管轄のハローワークに提出していない、イコール受給資格の決定を受けていないことを前提とした質問のようですが、実際のこういった質問を受けたケースにおいては、通算できるか否かを考える上では、受給資格の決定がされているか否かというところを重視して、クライアントさんやその従業員さんにヒアリングすることを心がけましょう。ということで、本日のロング相談 Q&A は以上となります。